はいどうも、奥沢です。今日はですね、僕が動画制作で使用しているおすすめの音楽サービス、アートリストを皆さんにね、ご紹介していきたいなというふうに思います。で、先日著作権フリーじゃない音楽を使う難しさっていうのをね、動画の方で皆さんに説明させてもらったんですけど、でとにかくね、コピーライトフリーじゃない音楽を使うって、これね、もうめちゃめちゃ大変なんですよ。YouTube ではコンテンツ ID があるって話をしたんですけれども、仮にコンテンツ ID が OK だって言ったとしてもね、それって全て法的にクリアになってるかって、これすごい微妙なところなんですよ。正直これ楽曲によって違ってくるので、著作権以外にも日本の音楽って原版権とかとにかく複雑な問題がねいっぱいあるんですよ。僕もこれ怪しいなっていう時はそのアーティストに直接連絡を取ったりとかして、それで OK をもらったりしていることもあるので、その辺はね皆さんねちゃんと調べて自己判断でね使用していただければなと思うんですが、ただ今日のね紹介するサービスっていうのは、そういったねこう煩わしいその著作権みたいな問題を全てクリアにしてくれるサービスです。コピーライトフリーの音楽ってちょっとなんかクオリティ低いってイメージあるじゃないですか。実際に YouTube の方とかもその動画でこれ使っても大丈夫ですよっていうね、そのコピーライトフリーの音楽っていうのをね用意してはくれてるんですけど、ただこのアートリストだったり、その他ねいくつかサービス僕は使っているんですけども、それらのサービスは基本的にコピーライトフリーであったとしても楽曲のねクオリティは非常に高くて、僕もね実際に過去の作品撮りなんかでは何度も使用しています。でいくつかあるサービスの中でなんでね皆さんにこのアートリストっていうのをまず一番最初に紹介しようと思ったかっていうと、コピーライトフリーの音楽でもねやっぱ言ってもこのライセンスの問題っていうのはね多少まだついて回ってくるんですよ。っていうのも多くのサービスの場合は基本的にそのサービスに契約している人のねアカウント、例えば僕だったら僕の YouTube チャンネルと、Twitter だ Instagram、 ここでのみ使うことが OK ですよってされてることが多いんですよ。例えば動画でねお仕事をされてる人、それこそ依頼を受けて企業さんのねその YouTube チャンネルで動画を公開するだったりだとか、ホームページだったり店頭の PR だったり、大きいプロジェクトになってくるとそれこそコマーシャルとかね、そういったプロジェクトで使う場合はよりね値段の高いプランにね契約しなきゃいけなかったり、もしくはその楽曲単位でねそういった包括的にどこでも使えますよっていうライセンスを購入するっていう必要があります。でアートリストはねその辺の制限がほとんどないんですよ。一度契約するとその契約期間中はねそのサービスにストックされてる音楽っていうのはもうこれダウンロードし放題ですし、そのダウンロードした音楽っていうのはもうどんなプロジェクトであってもこのどこで使われるね動画であったとしても本当にライセンス問題っていうのはもう綺麗にクリアになってます。でさらにこういったサービスって基本的にはそのサービスを契約してる期間中のみダウンロードした音楽は使えますよってことになってるケースがほとんどなんですよ。アートリストの場合はその一度ダウンロードした音楽っていうのは仮にサービスをね解約したとしてもその後もずっと使い続けることができるんですよ。じゃあこれねそこまでできるんだったら値段が高いんじゃないのっていう風に思うかもしれないんですけど、僕がね使ってる他の音楽サービスのこの料金っていうのをね平均すると大体15ドルから20ドルぐらいの間になってくるんですけど、アートリストは年間契約200ドルで使うことができます。そうなんですよ。月額じゃないんですよ。でこれ月に直すと大体ね16ドルちょっとなので、他のサービスとそこまで値段が変わらないかなっていうね感じになってます。これ最初でね一括200ドルを払うのに抵抗がある人もいるかもしれないんですけど、ただ他のサービスはそのダウンロードした音楽っていうのはそのサービス契約期間中じゃないと使えないので、仮にね月1本動画を公開するって場合はこれ年間でじゃあ12本分のね音楽をダウンロードするのにその月額費用を払ってるってことになるんですけど、ただアートリストの場合はさっきも言った通りその契約期間終了後も使えるんですよ。なので契約期間中に仮に例えば200本ね音楽をダウンロードすると、これその1曲あたりに直すとね1曲1ドルとかってなってくるんですよ。結局のところ他の音楽サービスと比べてもアートリストっていうのがね価格で見れば一番安いです。はい。でね現時点でアートリストに登録されてる音楽の数っていうのが大体ね1万6000曲ぐらいになってて、で大体毎月100曲ちょいね追加されてるっていう感じになってます。登録されてる音楽って本当にね幅広いいろんなジャンルの曲があるんですけど、ちょっとさっきも話したねクオリティの話でいくとクオリティの高い音楽っていうのはちゃんとあるんですけど、ただ正直に言うと他のサービスに比べてしまうとクオリティのばらつきっていうのはね多少あるかなっていう感じはねします。音楽のみのプランが200ドルになってるんですけど、そこにねもう100ドル足して年間300ドルを支払うことによって、サウンドエフェクトのねライブラリーっていうのもこれ使い放題になります。でシネマティックなね動画を撮りたいと思ってる人にはこのサウンドエフェクトめちゃくちゃ重要で映像が一気にドラマチックになるんですよ。
例えばこう足元を抜いてる映像なんかではそこに足音をつけてあげるだけでね急に印象が変わりますし、街中の映像でも音楽にね環境音を混ぜてあげるとすごいねリアリティが出たり、なのでシネマティックなね映像を撮りたいと思ってる人にはこのサウンドエフェクト、これもねすごいおすすめです。いや一気に喋って疲れちゃったはい、そしたらねこのアートリストのウェブサイトがどうなってるかっていうのをね皆さんにねお見せしていきたいなというふうに思います。これがね、アートリストのトップページになってます。ちょっとね僕の画面英語版なんですけど日本語版もねちゃんとあるので英語が苦手っていう方もねご安心ください。そしたらね左側を見るとムード、ビデオテーマ、ジャンル、インストゥルメントってあるんですけど、これをねクリックするとこんな感じでねタグが出てきます。ムードは、ハッピーだとか、ラブだとか、こうセクシーだとか、そういったねキーワードがあるんですけど、こういったね動画のテーマに合ったキーワードをどんどん選んでいくことで絞り込んでいくことができます。じゃあ今回はねウェディングでねちょっとね使えそうな曲を探してみたいなというふうに思うんですけど、ウェディングってなってくるとやっぱりねムードはこのラブかなと。でビデオテーマはこれもVlog とかドキュメンタリーとかあるんですけど、ウェディングっていうもうピンポイントにあるので、これウェディングを選びたいなと。でジャンルはこれはね音楽のそのジャンルそのものですね。ポップとかヒップホップとか。ただ今回は、ボーカルが入ってる曲がいいなと思うのでシンガーソングライターを選びます。最後これインストゥルメント、楽器ですね。いろんな楽器がこうやってあるんですけど、ウェディングなのでオーソドックスにピアノかなと。でこれで今のキーワードで絞り込んだ曲っていうのが出てきます。すでにね僕ここにこう星をつけてるんですけどお気に入りの曲っていうことでこんな感じでね星をつけてブックマークしておくこともできます。じゃあこれねちょっとね聞いてみたいなと思います。はい、いい感じでしょ。そうさっき見つけたんですよこれすごいクオリティが高いなっていうふうに思ってる。ちょっとね全部聴いていると時間なくなっちゃうんで、はい、でもすごいねクオリティこの曲高かったです。でこのねマイクのアイコンがある曲は、ボーカルが入ってる曲になっていて、ロールオーバーしてあげるとこんな感じでね歌詞が見えます。でウェディングとかだとやっぱ歌詞がすごい重要になってきてすごいこういい感じの音楽でも実は別れの歌だったりだとかねちょっとねそういう音楽使っちゃうとシャレにならないのでこういったね歌詞が見えるのはすごい便利だなっていうふうに思いました。であとねこの曲それぞれのねこう波形がこうやって見えるようになってて、これが見えるとどんなね曲の構成なのかっていうのがねこう一目でわかるのでね、これもねすごい便利なんですよ。でこの曲を例えば見てみると最初すごいこのね波が小さくて、でこのタイミングで急に大きくなるじゃないですか。でここで一気に盛り上がって、でその後また静かになって、またここで盛り上がってまた静かになって盛り上がってみたいなね。でやっぱね音楽にこういう静かなパートと盛り上がってるパートが、何回かあると映像でもねすごいその緩急つけられるので、こういう曲を僕はね結構好んで選んだりもします。じゃあそしたらね使いたい曲っていうのが決まったら、実際にダウンロードしていくんですけど、このねカートボタンをクリックしてあげると、もう本当にねショッピング、サイトみたいにここにね、1って今なったと思うんですけど、こういったカートにね曲が入ります。でこれをクリックして、このねチェックアウトっていうのを押してあげると購入完了みたいな画面になります。でねこれメールが来るんですよ。ちょっとしたら多分10秒ぐらいで来ると思うんですけど、そのメールの中に、ダウンロードリンクが入ってるんですけど、このね自分のライブラリーに行けばチェックアウトした曲っていうのがすでに入ってます。でダウンロードできるのは MP3 か WAV、これどちらか選んでダウンロードすることができます。あとねここにライセンスってあるんですけど、このライセンスっていうのを、ダウンロードしてちょっと中身を見てみるとですね、こんな感じでですね、この曲を使う権利がちゃんとあなたありますよっていうことを証明するライセンスっていうのがねダウンロードすることができます。例えばねクライアントさんとかに本当にこの曲とか使って大丈夫ですかみたいなねことを聞かれた場合、このライセンスを見せるとはい大丈夫ですよっていうことをねしっかりね伝えることができると思います。はい。でねそれ以外もこの右上を見てあげると、いろんなねまた絞り込みができるんですけど、例えばこのボタンを押すと、ボーカルが入っていない曲だけに絞り込んだり、することもできます。でその右はねこれはソートですね。
スタッフピックとか、トップダウンロードとか、最新の曲だったりだとか、あとはテンポ、ちょっとねスローな曲がいいっていうことであれば、ちょっとこれざっくりしてるんですけど、ロー、ミディアム、ハイみたいな感じで、ローを選んであげると、テンポがゆっくりな曲になるんじゃないかなと、そうですね、そんな曲が出てきます。で、あとデュレーションはこれ曲の長さですね。例えばね、プロジェクトの動画のもう尺っていうのが大体決まってる場合、僕なんかはよくね3分ぐらいの動画を作るので、例えばこうやってここを3分とかで絞り込んであげると、曲の長さがこれ0から3分の間の曲が一覧で出てきます。はい、じゃあね、次にねサウンドエフェクトの方も見ていきたいなというふうに思うんですけど、こんな感じでねカテゴリー分けがねいろいろされてるので、ここからね探していくのがね一番手っ取り早いんじゃないかな。例えばねこのフートステップとかって言ったら足跡だったり、このウッシュサウンドっていうと、トランジションとかでこうね組み合わせるといいようなこうブーンみたいな、なんかちょっと口で言うとダサいですけどそんな感じのねサウンドエフェクトが入ってます。ちょっと聞いてみましょうか、せっかくなんで。例えばこれ再生してみるとこんな感じのやつですね。よくあるやつです。で、あとそれ以外にも環境音で言うと、このウェザーとかシティとかありますね。街中の撮影が多いんで、僕なんかこのシティなんかよく使うんじゃないかなと。ストリートトラフィックとかこんな感じのだったり、結構いろんなバリエーションがあるかなと。っていう感じでね、めちゃめちゃいっぱいあります、この中に。それ以外にもウォーターとか、トランスポーテーションなんで、車とかね、飛行機とか電車とかそういうのかな。あとね、それ以外にもこのイントロとかもあったりして、サウンドエフェクトじゃないんですけど、例えばね、動画のオープニングとかでちょっと曲が欲しいなんていう方はね、そういうのもね、ここに入ってます。なんかどんなのがあるんだろうな。こんなんね、チュートリアルシリーズのイントロなんかにいいんじゃないですかね。で、もし見つかんなかったらね、ここでキーワードで探してあげれば、検索してあげればね、大丈夫です。本当に簡単なキーワード、例えばレインとか、で、検索してあげると、そんな形で検索してあげるのも全然いいかなっていうふうに思います。こんな感じですね。はい。本当にね、すごい曲数とか数は多いので、探してるものはね見つかるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあね今日は以上となります。このアートリストっていうサービスは趣味でね動画をやられてる方にもやっぱり非常にコスパがいいのでおすすめですし、あとやっぱなんといってもこうフリーランスでね映像を作られてる方にはこのねアートリストのねそのライセンスの使い勝手はね非常に魅力的じゃないかなというふうに思います。でアートリストをこれね通常は最初にね契約すると1年間12ヶ月使えるんですけれども、動画の概要欄の方にあるリンクからね登録していただけるとプラス2ヶ月間無料で使えてトータルね14ヶ月使えるようになりますので、もしね今回の動画を見てこう使ってみようと思っている方はそちらのねリンクの方から登録していただければなというふうに思います。なんかこれ言い忘れてることないよね。はいじゃあ今日は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。ピース。